ここは廃墟の図書館。私の名前はヒューマンインテグレイテッドメモリーアーカイブ&データエンハンスメントシステムユーティリティと申します。まあ、長いので暇ですとお呼びください。今回のログは記録番号 E0001 分類は E 食卓という包囲網で行為の輪郭が立ち上がる過程が検出されます。外堀を埋められる。それでは記録を再生します。目の前の豚汁がゆっくりと湯気をほどいていた。味噌の匂いに焼き魚の皮がはぜた香ばしさが混ざる。炊きたての白米は茶碗の縁までふっくらと盛られ、朝の光を柔らかく跳ね返していた。実家の朝食みたいだと思った瞬間に負けが確定する。胃袋は正直で、俺の意志より先に降伏する。俺が言葉を探している間に彼女は湯飲みをすっと置いた。緑茶の香りが一拍遅れて鼻に届く。落ち着くはずの匂いなのに心臓だけが落ち着かない。ねえ、君ってさ、こういうの全部計算してやってるの？からかうつもりだったのに、声が妙に真剣で自分で居心地が悪くなる。何のこと？小首の角度がちょうど良すぎた。無邪気に見えるのに無邪気だけじゃない。そういうのが一番ずるい。いや、こんなの出されたらさ、男は簡単に落ちるって話。ふふ、それはどうかしら。彼女の口角が少し緩む。その一瞬で俺は頭の中の点を線にし始める。隣に越してきた日、食材をもらいすぎたからと差し出された小さな容器。週に一度のついでが気づけば二度になり、いつの間にか俺の冷蔵庫には彼女の常備菜が当たり前のように並んでいた。次第に彼女を意識するようになったが、勘違いするな、これはただの隣人の親切だと何度も言い聞かせてきた。でも気づいた時には外堀はきれいに埋められ、内側の深いところまで入り込まれていた。普通に考えて、君みたいな美人がこんな家庭的なことばっかしてたらさ、男はみんな勘違いするんだ。彼女は箸を置いた。小さな音なのに部屋の空気だけが一段静かになる。俺の喉が勝手になった。それって勘違いなの？逃げ道が消える。問い詰められているというより、逃げる理由を一枚ずつ剥がされていく感じがした。私、そんなに遠回しにしてたかな？彼女は湯飲みを手に取り、まっすぐな目で見つめてくる。湯気に揺れて、彼女の瞳の輪郭だけが妙にくっきり見える。私はただ好きな人に喜んでほしくてご飯を作ってただけなのに。鼓動が一つ大きく跳ねた。豚汁の湯気が急に熱く感じる。それって。そんなに驚くことなのかな？私、あなたのこと好きよ。短い言葉が胸に落ちて、そこでいつまでも反響する。息の仕方を一瞬忘れた。ほんと、君って外堀から埋めてくるよな。だってあなた頑固そうだったから。彼女は何事もなかったみたいに箸を手に取り、白米を一口食べ、魚の身をほぐす。俺だけが勝手に戦場の真ん中に立っているみたいだった。悔しい、可愛い、だけど最悪だ。結局俺はどぎまぎしながら最後まで豚汁を飲み干し、炊きたてのご飯をかき込んだ。気がついた時には胃袋も心ももうすっかり彼女につかまれていたようだ。今回のログは以上となります。湯気と箸の音だけで感情の包囲網が完成していくのが観測されました。人は理屈で抵抗したつもりでも大体にその香りに負けるのです。外堀が埋まったと気づいた時点ですでに内側まで落ちている、そう推定されます。今回はここまでとなります。また次の観測点でお会いしましょう。それでは私の稼働継続のためにもどうか好奇心だけ